世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのミナです。様々な日本文化は世界の偉人から高く評価されていますが、そのコメント内容まで覚えている人は少ないと思います。今回はイタリアの偉人のある日本文化に対する評価と、それに対する海外の反応を対談形式でご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。遠く離れた場所に位置する国イタリアで日本アニメがブームになったのは50年近く前のこと。1976年1月にフランス原作のバーバパパアニメバージョンが日本で制作され、これをイタリアの公共放送局で放映したことがブームの発端と言われています。続いて1978年にはアルプスの少女ハイジを放映。そこから1980年代にかけて100タイトル近い日本アニメの放映権がイタリアの各局に買い取られ、欧米では類を見ないほどの日本アニメブームへと発展していきました。そして近年、これに連動する形で高まってきているのが日本の漫画人気です。この動画を見てくださっている皆さんの中にも、アニメをきっかけに作品が好きになり、漫画の単行本を買った経験があるという方はいらっしゃるかと思います。現在のイタリアでも同じことが起こっているわけですね。このような状況をイタリアの人気コミック作家ロベルト・レッジオーニ氏が以下のように語っています。ここ数年、この国のコミック市場はいくつかの例を除き日本の漫画に支配されてきました。私はそのような状況に混乱しながらも、私自身も日本漫画の熱心なファンであることを認めざるを得ません。この時最も重要なのは、日本の漫画には若者の心に届ける能力があるということです。この理由は様々ありますが、いずれにせよイタリアと同じ状況は今世界中で起きています。そして日本の漫画がコミック界全体を押し上げる原動力になっているという事実も付け加えておくべきでしょう。読者の皆さん、イタリアやフランス、そしてアメリカのコミックが日本の漫画のように面白くなるために何かできることはあるでしょうか。以上がレッジオーニ氏のコメントでした。最後に疑問を投げかける形で終わっているこのコメントには、日本の漫画が世界規模で人気になった理由を分析する声など様々な意見が寄せられていました。せっかくなので実際の意見を聞いてみましょう。白鳥さん。はい、こちら白鳥さんです。今回こちらの会場には普段から難しいことを考えている小難しい雰囲気の方々にお集まりいただきました。ぜひ視聴者の皆さんも一緒に考えてみてくださいね。まずはイタリア人の男性に意見を聞いてみましょうか。俺かい？そうだな。日本の漫画が世界のコミックと大きく違っていること。それはズバリ絵のうまさじゃないかな。ドラゴンボール、ワンピース、デスノート、人気作に共通して言えることは絵のうまさだと思う。ちょっと待って。エジプトでも人気の進撃の巨人は連載開始の時点では決して絵がうまいとは言えないし、以前に日本の友人に漫画雑誌を見せてもらった時も、とても絵とは思えない描き殴ったような漫画が待望の連載再開みたいにもてはやされていたことがあったわよ。確かハンターハンターだったかしら。そうだそうだ。ボボボボボボボの人気はどう説明するんだ？そもそも絵がうまいイコール人気が出るなら、世界で一番発行されているワンピースの絵で世界のコミックは溢れ返るはずでしょ。でも実際はそうなってないわよね。確かに。じゃあ君は日本の漫画が成功した理由は何だと思ってるんだい？そうね、私はだらだらと話を続けない、終わりがちゃんと決まっているところが人気の理由だと思うわ。日本の漫画は他の国みたいに何十年も同じ作品をリサイクルするようなことをしないから飽きないのよ。確かにアメリカはヒーローものが人気だけど、
パラレルワールド、続編、あとはリメイクみたいにして引き伸ばしている作品が多いかもな。ウォーキングデッドにロスト、アメリカのドラマによく見られるパターンだね。それに比べて日本の漫画は潔すぎるぐらい唐突に終わりが来る。鬼滅の刃が終わった時なんか、もう終わりって信じられなくて、しばらくネットで続編を探してしまったよ。終わりで思い出しましたけど、日本の漫画は一話一話の終わり方も素晴らしいと思いますよ。浦沢直樹氏のモンスターなんか、次回へのつなげ方がとてもうまい。あれで続きを読むなという方が無理な話です。確かに日本の漫画って読み終わった後に続きが気になるかも。何か特殊なからくりがあるのかもしれないわね。それで言うと連載のシステムに関係があるのかも。日本の漫画雑誌には人気投票システムがあるらしいからね。人気投票って日本人は漫画でも選挙を行っているの？アイドルだけかと思ったわ。日本の週刊少年雑誌では毎週読者が面白いと思う漫画に投票ができるんだけど、そのアンケートの結果が悪かったらいくら話が途中でも問答無用で打ち切られてしまうんだ。そんな。じゃあどんなに面白くても投票してもらえなかったら終わりってこと？そういうことになるね。マジか。日本の出版業界がそんなに過酷な世界だったなんて初めて聞いたぜ。でもこのシステムだからこそ世界でも通じる名作が生まれるのかもしれないわね。多くの犠牲の上に成り立っている作品なんだもの。そう考えると今からイタリアの漫画が日本に追いつくのはちょっと難しそうだ。だってそうだろ、決められた雑誌の掲載枠を多くの漫画家志望者たちが取り合うから競争が生まれるんだ。でも今はネットが普及して出版アプリや YouTube なんかで漫画を投稿できたり連載も可能になった。昔よりも自分の作品が世に出しやすくなったんだ。こんなぬるい世界じゃ名作は生まれないよ。諦めるのはまだ早いと思います。おいあんた、そこは諦めたらそこで試合終了ですよ。だろ？確かに似てるわね。皆さんが何を言っているのかちょっとわからないのですが、私も思うことがあるので言ってもよろしいでしょうか。これは失礼しました。ではドイツの方、どうぞ。実は私ガンダムの大ファンで、自宅には1000体以上のガンプラコレクションがあるのですが、今ドイツではこのガンプラがとても人気なんです。当の私もこのガンプラがきっかけで日本の漫画にハマっていった人間ですので、ひょっとしたらそういった方も多いのではないかと。なるほど。漫画から好きになる人、アニメからハマる人、フィギュアやプラモデルから漫画の世界へ、こういった流れは欧州のコミック業界にはまだ少ないかもしれないね。そう聞くと確かに納得ね。相乗効果は大きいと思うわ。でもなんでやらないのかしら。単純にコストがかかるから？やらないんじゃなくてできないんじゃないかな。実際に日本製のプラモデルやフィギュアを購入してみると分かりますが、どれもとてもよくできている。商品に日本特有の職人気質、こだわりを感じるんです。いつもの日本人チートか。こればっかりは日本文化特有のものだからな。一朝一夕で真似できるものではないよな。でも日本がそういったグッズ商品から作品人気を高めていることも無視できないことは分かったよ。イタリア版スラムダンクを見れる日はまだまだ先になりそうだな。とほほ。諦めたらそこで試合終了ですよ。うるせえじじい。いやすいません。実はまだ思うところがありましたので。こっちは絶望の淵に立たされてるんだ。俺を谷底に突き落とそうっていうのか。まあ聞いてみましょうよ。真似できることかもしれないじゃない。そうか。ありがとうございます。いやね、これまでの皆さんの話を聞いていて、
技術的なお話や商業的な戦略のお話は出てきたと思うのですが、肝心なことを見落としているような気がするんです。肝心なこと？はい、それはストーリーとキャラクターへの徹底的なこだわりです。日本の漫画家は作品のテーマについて深く勉強して基盤を固めてから構想を練ります。そしてその知識の基盤が作品の世界観や登場するキャラクターたちの内面にも深みを与えるのです。確かに実際ワンピースには海賊史の専門家が読んでも面白いリアルなエピソードの数々が盛り込まれてるっていうね。そうなんです。そのような実際の歴史上の出来事をモチーフに描いた漫画というのは海外でもとても評価されています。実は私、本業は研究職なんですが、研究者が資料をもとに論文を書いていくときに歴史上の記録というのは必ず空白があるんです。ここを知りたいのに記録がないということがしばしばあります。ただし研究者はそこを勝手な想像で埋めてはいけないんですよ。ワンピースのようなフィクションの作品はそういった歴史の空白部分を想像力で補ったり発展させたりしていて、それは僕ら研究者が読んでもとても面白いんです。日本には実際の医者が書いた漫画なんてものも存在するしな。作品に裏付けされた知識が段違いなのは理解できるぜ。日本人は自国や世界の伝統、民話や神話をうまく設定の中に使ってるわよね。日本の強みはそういった視野の広さにもあると思う。文字通りあらゆる年齢層に向けた作品があるもの。どうして僕の国は自分たちの歴史から何かを得ようとしないんだろう。インスピレーションを与えてくれる伝説とかは日本と同じくらい多くあるはずなのにな。まあ漫画に関しては日本にお願いするしかないようですね。諦めましょう。おいなかなか有意義なディベートになったのではないでしょうか。これを聞いている日本人の皆さんの貴重な意見もお待ちしております。それでは皆さん、スタジオにお返しします。白鳥さん、ありがとうございました。海外の人々の意見を聞いて、なるほどと思ったのと同時に、人気の理由は日本人が細かい部分にまで配慮して考えられたからで、それは無理だと各国諦めている感じが少し嬉しいですね。日本の漫画が世界で人気の理由は先ほど海外の人々が教えてくれましたが、出ていなかった理由が一つありましたのでご紹介します。それは海外には大人が楽しめる漫画が少ないということ。日本の漫画は世界観や物語の背景、キャラクターの設定やジャンルなどが細かく設定されていて、大人が楽しめる作品も多いです。しかし海外の漫画は子供向けの作品ばかりで、大人が楽しめる作品がほとんどありません。日本ももともとは子供向けに書かれていましたが、現在は大人でも楽しめる作品が数多くあり、それが世界でも人気の理由の一つのようです。確かに電車などに乗っていると iPad やスマホで漫画を読んでいるサラリーマンの方をよく見かけます。大人が楽しめる漫画、これも大切なことですね。そんな日本の漫画が世界で人気なのは分かりましたが、実際はどんな漫画が人気なのでしょうか。最後に世界で人気の日本漫画ベスト12を簡単にご紹介していきます。12位、呪術廻戦。人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で払う呪術師との戦いを描いたバトルアクション漫画。アメリカのコンテンツ配信会社が主催したアニメワードで2021年の大賞を受賞するほどの大人気ぶりとなっており、世界中に領域展開が広がっているそうです。11位、ブリーチ。バトル漫画としての印象が強いですが、実はファンタジー色も強い作品。霊を相手に活動する死神の活躍を描いた物語で、主人公は霊感の強い高校生黒崎一護。連載開始から20年経った現在でも人気が高く、海外のイベントでは主要キャラクターのコスプレを楽しむ人が多くいるそうです。10位、鬼滅の刃。
アニメの主題歌やセリフが流行り大ブームとなった鬼滅の刃。海外でも高い評価を得ていて、映画は45の国と地域で公開され、全世界の累計来場者数は約4135万人、総興行収入は約517億円の大ヒットを記録しています。9位、デスノート。ある日、死神が落とした一冊のノートを拾った高校生が次第に世界を巻き込んでいくパニックサスペンス。日本の他にハリウッドでも実写映画化されています。8位、ナルト。外国人が大好きな忍者を題材にしていることもあり、完結して数年経った今でも人気が色あせない青春バトル漫画。人気のキャラクターは主要人物の内葉サスケと畠かかしだそうです。7位、僕のヒーローアカデミア。主人公の緑谷出久がヒーローを目指して成長するストーリー。ヒーローものということもあり、海外でも人気が高く、アメリカやフランスでもコミックの売り上げが上位に来ています。6位、ワンパンマン。趣味でヒーローをはじめ、あらゆる敵をワンパンで倒してしまう笑いあふれる一人の男の物語。もともとウェブ漫画として始まり、現在はリメイク版が連載中。その痛快さとユーモアが海外の人に受けているようです。5位、チェンソーマン。海外で日本の漫画ファンが増えるきっかけとしてアニメが入り口というのがほとんどでしたが、アニメ化される前に北米のコミック売上ランキングで1位を獲得するなど異例の人気を博している異能能力漫画。4位、東京グール。人を食らうグールが存在する街東京でハングールとなってしまったカネキの運命を描く物語。とりわけ漫画ファンからの支持が高いですが、テレビアニメ化や実写映画化もされています。3位、ワンピース。仲間と海賊として冒険をするストーリーで、現在も連載中の世界一の発行部数を誇る人気漫画。友情や個性あふれるキャラクターが好きという理由で大人気の作品です。2位、ベルセルク。41巻の発売時には日本だけではなくアメリカ、フランスでも同時に広告が出されたほど海外人気が高いダークファンタジー。2021年に作者が急逝したため未完の状態でしたが、親交のある漫画家やスタッフにより連載が再開されました。1位、進撃の巨人。予測不可能なストーリー展開と巨人の恐怖を表現した繊細な描写が高い評価を得ており、世界21カ国と地域で合計で1億部以上売れているという大人気作品。人を食べるというグロテスクなシーンもあるので、見る際は少し注意が必要です。以上が世界で人気の漫画ランキングでした。今回の動画で分かったと思いますが、日本の漫画は世界中で読まれています。海外の人と会話のネタの一つになるかもしれませんので、話す機会があればぜひ漫画の話題で盛り上がってみてはいかがでしょうか。海外の皆さん、アニメの話題で盛り上がっていましたね。個性豊かなキャラクターの虜になってしまう気持ち、私もとってもわかります。最後までご覧いただきありがとうございました。